Produced by Camus. 改めましてメルと言います。30年前、元走り屋 AE86 に乗る闘技小僧でした。現在はレーシングシミュレーターアセットコルサを使って30年前当時、私自身が乗っていた AE86 を再現した車に乗り、日々夜な夜なシミュレーターで峠を走っております。まず皆様に告知です。ML チャンネルでは、キーマス公式サイトでシミュレーター製品が常時 5% オフで買えるクーポンコードも発行しております。これからシミュレーター製品をお考えの方は、ぜひチャンネル登録と通知と高評価もよろしくお願いいたします。はい、早速ですが、本日はこちら。つい先日というか、これは2日前ですね、黒柴レーシングさんからリリースされました赤城山です。この黒柴さんが作られた赤城山、黒柴さんがですね、Google マップをベースに再現されておられまして、実は30年前の峠族全盛期の頃の赤城山を、まんま再現という形になっていてですね、とても話題なんです。ということで今回は私、この黒柴さんの、KR 赤城山をですね、元峠族としてデビューしてまいりたいと思います。その前に、YouTuber のスプリンタートレノさんの動画の中でですね、この赤城山の、現地撮影動画がありましたのでご紹介しておきたいのですが、ご覧いただくようにですね、黒柴さんの赤城がとても再現度が高いのをお分かりいただけるかと思います。若干路面が波打っていたりする箇所もあるのですが、これは今はもう全国どこの峠でもですね、峠族対策に、ギャップで、段々が、作られていたりします。私も30年前の現役だった頃は、ゼブラやキャッツアイは存在しておりましたが、10年後ぐらいにですね、久しぶりに地元峠に行った時に、同じように、路面にギャップが作られていて、全く走れなくなっておりました。ぜひ、スプリンタートレーナーさんのチャンネルも、チャンネル登録もですね、よろしくお願いいたします。はい、ということで、私ですね、早速、この黒柴レーシングさんが作られた、KR 赤城を、まずは、下見でですね、下りを見てまいりたいと思います。私ですね、今回アセットコルサとはいえ、30年前のですね、この、普通に、道路交通法を守ると言いますか、片側で、まずはですね、下見をするときは、基本的にコースを覚えるためにですね、あえて下りで下りじゃないわ、片側で走るんですね。で、普通に走ることで、両車線を使った時の、攻め方というのを頭の中に叩き込んでおくようにしております。ですね、この結構黒柴レーシングさんの、コース、とても走りやすいんですよね。もともと、いろいろ、私も赤城自体はですね、実は一度も行ったことは、現地は一度も行ったことはございませんが、いろんなその聖地巡礼のですね、動画を見る限りでは、もともとは、やっぱりしっかり舗装されてたそうなんですよ。ですので、もともとが、結構走りやすい、コースだったっていうことは、ちょっと私も認識しておりますので、実際ですね、やっぱりイニシャル D の中でも、高橋兄弟ですか、が、ここをホームグラウンドとしてですね、走っていたということで、アニメとしては成り立ってはおりますが、ですね、このあたりもずっと今走りながらですね、私、コースを頭に叩き込んでおります。まだいかんせん、黒柴さんがリリースされたのが、おととい、まだ2日前ですので、今、しっかりとですね、昨日、私も正月でですね、ちょっと家族でですね、ちょっと移動したりしておりましたので、実際ここを走るのが、今日ですね、つい先ほど、ちょっと前に、ハンドルを握ったところで、カメラを回しているところです。あとですね、今回の動画で、ちょっとウルトラワイドの設定にしておりますが、ですね、ソニアさんでも以前の動画でお話しされてたんですけど、スミアンさんも、
今後はライブの、YouTube ライブもちょっと増やしていくっていう話されていたんですが、私もですね、今後は YouTube ライブを、ちょっと取り組んでいきたいなって思っているんですね。ですので、今回はちょっと試験的にですね、ウルトラワイドのモニター設定として、YouTube ライブ用にですね、この背景をちょっと入れながらの動画としております。この黒柴さんのコースを走っていてですね、どちらかというとドリフトで楽しむというよりは、やっぱりグリップで、イニシャル D の世界っていうのは、やっぱりスピードでの世界ですよね。あれは、やっぱり昔の30年前に遡るとですね、峠族というとドリフト族も当然ございましたし、私もドリフトもやりながら、峠で、グリップも、速さを競うっていうことも両面で走っておりましたが、このコースはですね、どちらかというとサイドブレーキをパンパン振り回して使うというよりは、スピードのグリップ走行の中から生まれるブレーキングドリフト。当時はですね、ブレーキングドリフトという派手な言い方はしなかったんですよね。やっぱりもともとブレーキングドリフトっていう言葉はありました。イカ天オプションの、ビデオオプションの中でも、イカ天の中でもですね、土屋圭一さんがブレーキングドリフトってお話しされていたりしたんですけれども、どちらかというと、グリップの中から、ブレーキで、車の向きを、変える。ブレーキで、車を曲げるという言い方になりますが、そのような走らせ方を楽しめる、このコースなのではないかなと思いますね。ちなみに今回私がこの乗っている86は、ML86 のグリップ設計で、走っております。ですので、馬力としては、ネット換算ですけど、105馬力ですね。で、マフラー効果、エアフリー、中排気系をいじったレベルの、AE86 トレノのモッドで走っております。この、ML86、AE86 モッドが気になる方は、ML ウェブサイト、この動画の概要欄の方でですね、ML ウェブサイトの URL も記載しておりますので、そちらの方から、この ML86 の作り方をですね、プロモデル感覚で作る ML86 というような、感じで紹介しておりますので、ぜひトライしてみてはいかがかなと思います。今ちょっと私ですね、この画面の左側にあるコースを見ながら走っておりますが、もうここが最終ここのかな、最終のヘアピンを抜けて、ここがゴールですね。ではですね、早速、ちょっとまた下りをですね、私ちょっと踏んでまいりたいと思います。では早速、この黒柴さんの KR 赤城ですね、私は走ってまいりたいと思いますが、あえてですね、ここは U ターンしてですね、皆様に、いくらのそのグリップ仕様の86だと言ってもですね、このように、ちょっとまずはですね、私、8の字を書きながらですね、もともと9排気レベルの AE86 だと、一足でないとですね、この狭いスペースでは、円書き、この8の字もですね、切れないんですよね。で、この状態で私、走ってまいりたいと思います。もちろんコンテンツマネージャーの設定は、トラクションコントロールはオフの状態です。では、ここがスタート地点ですので、私、スタートしてまいります。ここで3速入りますね。で、クリップは、ここではなく、この奥かな。奥で左で取って、ここで、まずは一つ目は、流さず、ここでブレーキで粘りながら、ブレーキで角度を変えてからアクセルを入れるというですね。ブレーキ、ここも、同じくブレーキで角度を、車の向きを変えてからアクセルを入れて、曲げていきます。
ですね、ここはしばらく、まっすぐが続いて、2速に渡して、ここもですね、ブレーキで、車を曲げます。ちょっとスピードが落ちてしまったかな。修正かけて、ここはまだ速度が足りないので、車のですね、アンダーが出る手前でですね、ブレーキを踏んで、車を向きを変えていくんですね。いわゆる冷風を地化した走りというものになります。普通にですね、ブレーキをかけただけだと、やっぱりエクアルシャワー、ニュートラルステアとはいえ、やっぱりアンダーを出してしまいますので、ここのブレーキで、車の向きを変えて、アクセルを入れていくんですね。で、こちらもヘアピンですので、ブレーキで角度を曲げていきます。で、私今、コースを見ながらですね、走っておりますが、ここはちょっとしばらくまっすぐになりそうですので、4速に入れて、次は3速の、ここは2速かな。で、2速で、車を抑えながら、で、ここはギャラリーコーナーですよね。で、ブレーキで、ちょっと、で、できるだけこのクリップはですね、きつめのコーナーというのは、皆さん、通常のアウトインアウトだと、クリップって、クリッピングポイントって、ちょっと手前気味になってしまうのかなと思うんですけど、きつめのコーナーはですね、できるだけ、やっぱり奥で取った方が、スピードが、乗せやすいです。スピードにしても、回転にしても、乗せやすいんですが、ここはちょっとブレーキ踏まないといけないかな、ちょっと。で、ですね、ここは、このように、遠心力を使った状態で、ブレーキで曲げていきましょう。で、ここも3速でちょっとショートカットしながら、ここは少しまっすぐめにですね、ショートカット気味に入っていって、で、ここはまたブレーキで、粘りましょう。ブレーキで粘らないといけないんですね。で、ここから3速でちょっと膨らんでしまいそうですので、ちょっと減速しながら、ですね、ここも踏んでいきます。おっと、ちょっと、車のバランスが乱れてしまいましたけど、ここもちょっと膨らみすぎてしまいました。ちょっと後ろぶつけてしまいましたが、気を取り直していきます。で、ここもブレーキで、粘りながらですね、クイップの、位置は奥です。奥目で、取っていくんですね。で、ここは4速入りますね。で、この辺り3速2速で右のヘアピンいきます。で、ブレーキで曲げていきますよ。ですね。ちょっと膨れすぎた。膨らんでてしまいましたね。で、ここから3速から2速で、ちょっと厳しかったですけど、こういったブレーキで曲げる意識をしていればですね、若干、リカバリーが効くんですよね。で、ここも曲げていきます。スピード乗っていますね。で、ここで一旦3速に落とします。で、2速の右のヘアピンですね。ちょっと速度が乗りすぎた。ちょっと速度が乗りすぎてしまいましたが、もう少しブレーキが必要だったかな。で、ここも曲げていき、だいぶちょっと下まで降りてきたかなと思います。で、ここも、ブレーキで、曲げていきます。はい。で、ですね、左コーナーで、ですね、このようにヘアピンも、できるだけ奥でクリップを取るという意識を心がけてください。なかなか簡単ではないです、正直。簡単ではないのですが、奥で取るんだという意識をですね、常に持っていただくと、より早いコーナリングを目指せるかなと思います。これで、下まで無事到着できました。はい。ということで、本日はおとといリリースされたばかりの黒柴さんの KR 赤城山の、下りに私トライしてみました。にしても黒柴さんのこの赤城の再現度、本当に素晴らしく高いと思います。これまで EK 赤城や PK 赤城とは違ってですね、黒柴さんが Google マップから、再現されておられるので、各コーナーのですね、R が、再現されているんですよね。走ってみてすごく楽しく走れる峠コースでした。本当に私の一番のお気に入りの峠モッドになったのかなと思っております。
ぜひ皆様もこの KR 赤城山をですね、ダウンロードいただきまして、NL86 でトライしてみてはいかがかなと思います。で、先ほどお話ししておりましたが、私、今後はですね、YouTube ライブでも、活動してまいりたいと思っております。やっぱり動画を制作する時間が正直ですね、本当に大変なんです。今後は YouTube ライブの中で、生で私の走りをお届けして、元闘技族たちの走り方っていうのをお伝えしてまいりたいなと思っております。あと、また、メールアニメの第2部もですね、楽しみにいただいている方もおられるかと思いますが、もう少しお時間をいただけたらと思っております。はい。ということで、本日の動画は以上となりますが、本日もいかがだったでしょうか。ここまでご覧いただいた方は、ぜひチャンネル登録と通知と高評価もよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。本日もご視聴ありがとうございました。